皆さん、こう結構コメント欄に、こう結構島田さんに対して質問とか来ません？はい、来ます。その時になんかこう、最初に、私は霊感ないんですが、って書く人多くないですか？多いです。多いですよね。はい。僕もそうなんですけど、霊感ない人って僕の中でいないと思ってるんですよ。これ、そう言いますね。みんな霊感あるよっていうふうに。そうなんです、そうなんです。だから、その人たちが思ってる霊感っていうのは見える人のことなんですよね。だから、見える霊感が私はないっていうのが正解というか。ただ、みんなが持ってる霊感に気づいてない人もいるよっていうお話がちょっとしたくて。はい。前のお話の方も、それきっかけに一回見えたけど、それ以降は見えてないんですよ。っていうのもあったんで、最初のお話をちょっと聞いてほしいなっていう部分もあったんですけど、はい、ちょっとこのお話、僕にちょっとご相談で来たお話なんですけど、ある女性のリスナーさんで、その方ですね、ちっちゃい頃、あることをきっかけになんか変な能力というか、変な感覚に襲われたっていうのから、聞いたんですね。で、それが、小学校の時におばあさんが亡くなってしまったらしいんですよ。でもすごくおばあちゃん子で、おばあちゃんが作る、なんか、味噌汁かなんかの味がすごく忘れられなくて、で、おばあちゃんのことをよく思ってたらしいんです。おばあちゃん会いたいなとか、って思ってる時に、通夜も終わって、四十九日も終わって、一年期かなんかの時におばあちゃんに会いたいなってこう頭の中でふと思ってると、喉の奥から、そのおばあちゃんが作ってくれた味噌汁の味が、うわーって出てきたらしいんです。だから、味覚の霊感持ちだったんです。あんま聞かないじゃないですか。聞かないですね。味覚ってなんだろうと思って、僕もちょっと気になって、それでどうなったんですかっていう感じでお話聞いたんですけど、その方が言うには、それってみんな持ってるものだと思ったらしいんですよ。なんで、なんかおばあちゃん思い出すと、味噌汁の味するなって思ってて。で、おばあちゃんが、なんかこう、いてくれるときは味噌汁の味がするんだなとか、こう、守護霊とかそういう概念じゃないですけど、おばあちゃんを思い出すとあの味噌汁の味するなっていうぐらいで思ってたらしくて。で、そこから小学校になって、中学校になってってなる頃に、なんか、みんなとこう、関わってるうちに、あれ？私ってちょっと変なのかなみたいな。例えば、その時好きな人ができるじゃないですか。で、その好きな人ができて、その人のことを思うと、その人の香水っぽい味がするんですって。味なんですね。はい。口の中で風味というか、鼻から吸ってる空気じゃなくて、口の中にこう広がる匂いみたいなのが、あれこれ、あの先輩の匂いだなっていう。で、その時もこう、普通だったら鼻で感じる時は、ってやるじゃないですか。じゃなくて、こう、口の中で、あ、これ先輩の匂いだっていう感じで思っちゃうらしいんですよ。で、僕的にそれができるっていうのは、その子からしたら、無意識にその先輩のところにちょっと生き量を飛ばしちゃって、近くにいる生き量から得たその能力をそこでこう口の中でこう増やしてるみたいな感じなんだろうなと思ってこうお話を聞いてたんですけど、それで霊を感じることもできるし、自分の生き量を飛ばすこともできる人なんだろうなと思ってたら、その子が、高校生になった時に恋愛をするんですね。で、その先輩と付き合うんですけど、やっぱその先輩のことを思うと、その口の中でその先輩の香水の匂いがする。ああ、先輩の匂いだ、いい匂いだなと思ってて、その日の夜も、普通に先輩のことを思い出してたらしいんですよ。彼氏のことを。そしたら、全然違う匂いがしたんですって。なんだこの甘ったるい匂い。おかしいなと思って、なんか気になって先輩に連絡したんですって。そしたら、電話に出てくれない。あれと思って、そっから1時間ぐらいしてから、どうしたみたいな感じで連絡来て、いや、なんかね、つって、口の中で、ちょっとこう、味みたいなのがするんだけど、なんか匂いしなくて、何それ気持ち悪いって言われて、そうなんだ。みんなそれはないんだ。で、そこでなんとなくはっきり分かったらしいんですよ。あれ自分って変なのかなみたいなのに気づいたらしくて、で、その匂いがたまに違うんですって。あの甘ったるい匂いとまた別のちょっと女っぽい匂いするな、みたいな。で、おかしいなってやってるうちに、周りの友達に聞いたら、その先輩めちゃくちゃ浮気症だったらしいんですよ。だからその先輩が女の子と遊んでると、その女の子の匂いが口の中にするんですよ。それで浮気が分かったらしいんですね。で、私はそういう風に感じてしまう人なんだ。ちょっとした霊感を持ってるんだっていうのにちょっと気づいたらしいんです。で、それをきっかけに、大学に行った時に、私こういうちょっと変な力があるんだよねって言ったら、見えるよ俺。
俺めっちゃ霊感あるよっていう人と仲良くなって、その人と付き合うことになるんですよね。はい。で、その人は結構がっつり見えるタイプだから、なんか霊のことで困ったことあったら、俺が助けてやるから大丈夫だからって言われて、すごい心強かったんですって。で、その、彼氏が、友達が引っ越すから、その引っ越し祝いに一緒に行こうぜ、みたいな感じで、こう、デート感覚でこう、遊んだ後に、その引っ越した人の家に遊びに行ったらしいんですよ。そしたらその引っ越し作業をしてる途中で男性が一人こう、引っ越し作業しながら、おー来たかみたいに言って。で、こんなところいいとこだなって言って。そうなんだよ。こう、クリーニングした後がめっちゃ綺麗だろつって。まあ、ゆっくりしててって言われて、まあ、座ったらしいんですよ。うん、で、その、彼氏の友達がこう、片付けしながら、おい、この部屋どう？なんかいる？って言ったら、そうだな。でもちゃんとお祓いとかしたっぽいよな。そうそうそう。何の話だろうと思って、その子は、どうしたのって言ったら、いや、なんかさ、ちょっとここ、なんかちょっと事故物件だったっぽいんだよね。うん、っていうことを彼氏が言ってきたらしいんですよ。なんで言ってくんないのって思って、怖いんだけどって言ったら、大丈夫、俺いるからって言われて、うん、って言いながらずっとこう彼氏の二の腕捕まえて、彼氏の友達が、まあ、何々ちゃん大丈夫だからつって、で、段ボールの上にこう飲み物とか置いて、ちょっと一段落したから座ろうぜって言って座って、喋り出した頃ぐらいに、その子の口の中に血の味がしたんですって。はい。で、なんか血の味すると思って、歯茎かなんか切れたのかなってちょっと思いながら、なんか血の味がするなと思った瞬間に急に恐怖感みたいなのがブワーってなって、やばいってなって、そこでこう縮こまっちゃったらしいんですよ。はい。そしたら彼氏が、おい大丈夫かつってこう立って後ろにこう肩触られたんですけど、もう彼氏に一回もそんなことないのに殴られると思っちゃったらしくて。はあ。やめてみたいな。で、もう触んないでって言われて、で、彼氏も、どうしたみたいな。どうしたなんかあったのって。いや、もうやめてって言ったら、頭の中で自分がこう、ぶん殴られてるイメージが出てくるんです。うん、で、うわってなって、怖いってなってたら、急にグッって首が締まる感覚があって、やばい。息できないってなって、顔も真っ青になって、彼氏の方を見たら、彼氏がやばいってなって、こうバーって揺さぶって、背中バンって叩いて、で、その引っ越してきた友達も、なんでどうしたっていう状況になって、で、その友達が、何があったのって言ったら、って息した瞬間に、その女の子が、ここ、お祓いまだやってないでしょって、こう、言っちゃったらしいんですよ。はい。なんかこう、思いが出てきて、どういうことって言ったら、ここ、前住んでた人が、多分、彼氏に DV されて、それを苦に首つってるよねって言ったら、その男の人、そこまでの情報はわからないんですけど、前住んでた方が、2階にこうロフトみたいなのがあって、そこにこう紐を引っ掛けて、首つって亡くなってる女性がいるっていう情報は知ってたんですよ。へえ。だから、多分そこで亡くなった方の思いをその子がこう、感じてしまって、味覚で血の味がしたり苦しさを感じて、その場の状態をこう思い返して、その人に説明して、その人はすぐ引っ越しを決意したらしいんですね。で、そういうことがきっかけであったから、その子は、自分には霊感があるんだっていうのを分かって、僕のチャンネルを見たときに、いろんな発動条件があると思うので、皆さん何がきっかけで幽霊が見えるようになるかわからないのでっていう話を聞いてて、すごく納得しましたっていうお話を聞いたんですよ。はあ。いや、まさに霊感ないなって思うんだけど、はい、いや、それはみんなあるよと。はいはい、霊を見たことがあるから霊感がある。うん、見たことがないから霊感がないんじゃなくって、はい、得意分野というか感じ方が違うんだよって話あるじゃないですか。そうなんですよ。聴覚ね、耳で聞こえるタイプもいれば、はい、その匂いもありますね。で、この、霊臭、お盆の時期に、あれなんか親父が吸ってたタバコの匂いするなとかね。で、あとは体感、鳥肌が立つとかって、知ってたんですけど、俺、舌味覚なんですよ。味覚タイプって初めて聞きましたね。僕もだから聞いて、でもそれ匂いと違うのって言ったら、いや、違うんですって。鼻からは匂いしないらしいんですよ。口の中でこう含んだ時にだけ匂いがすると。で、味もするんですって、ちゃんと。食べ物だったりとかすると味もして、匂いの中でもこうちょっと苦い匂いだなとか、甘い匂いだなっていうのあるじゃないですか。あれも甘さを感じるらしいんですよ。勝手な僕の想像なんですが、はい、例えば耳がとってもね、その得意分野というか、はい、すごく人一倍聴覚に優れた方、
例えば音楽をやってる方とかいるじゃないですか。はい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 。っていう方はもしかしたら僕聴覚タイプなのかなとかね、勝手に思ってたんですよ。そしたらこう味覚タイプっていうと、人一倍こう味覚にこだわる料理人とか、そういう人ってそういうことになることってあるんですかね？いや、あると思いますよ。だから、何か新しいものを食べるときに、一度こう口の中をこう綺麗に、味をゼロにする人とかいるじゃないですか。そういう人とかも、味覚に敏感だと、そっちにこう、霊力というか、霊感みたいなものが引っ張られることはすごくあると思います。やっぱり自分がすごくこう、敏感な、常日頃、そこをすごく鍛えて使ってる部分の分野で霊も感じることがあるのかもしれないですね。そうですね。だから僕も考えてみれば、僕ちっちゃい頃からテレビ大好きで、この距離で見てたんですよ。好きすぎて。なんですけど、僕、右目 2.0 の 1.5 なんですよ。常に目はいいんですよね。なので、目なのかなって思ったんですよ。ばあちゃんもそうですし、もう80いくつになった時も、新聞読む時以外メガネなんてかけてないんですよ。それぐらい目が良かったんで、なんかそこに、こう、あるのかなっていう。得意分野としてあるのかな。だから兄弟によっても霊感が違うんですよね、僕の。兄ちゃんはその場の空気というか、空間に入ると、あ、ここいるなってわかるタイプだったりとか、姉ちゃんは夢に見るタイプ。あのおばさんに何かあるかもっていうのが夢でわかるとか、っていうのもあったりとか、うちの母親とかは何にも考えてない時にパッて急に見えたりとか、父親だけ何にもないんですよ。まっすぐに血を引いてるのに父親だけ何にもないんですよ。面白いですね。だからなんか、得意分野でもしかしたら、こう伸びる可能性があるから、まあ気づき方っていうのは人それぞれですけど、っていうお話ですね。いやー、めちゃめちゃ興味深い話でした。いや、本当に。ありがとうございます。いや、とんでもないです。怖いんだけど、僕自身すごく面白かったです。あ、本当ですか。よかった。いやー、ありがとうございます。はい。